いつもご視聴いただきありがとうございます。美味しい引き出しのA子です。今日はマヨネーズロールを作ります。最近お酢入りのふわふわパンにハマっておりますが、ある日気がついたんです。あれ、マヨネーズってお酢も卵も油も入ってるよね。ってことはパン生地に入れてもいいんじゃない？というわけで早速作ってみたら、ご覧の通りしっとりふんわり美味しいパンが焼けました。それからちょっと面白い成形にチャレンジしてみましたので、最後まで楽しんでみてください。では生地作りから始めましょう。材料紹介です。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、そしてマヨネーズです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まずイーストの予備発酵をします。40度ぐらいのぬるま湯の中に分量の中から砂糖を1つまみ、そしてイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしたら、このまま5分から10分ぐらいブクブク泡が立ってくるまで室温に放置します。次に粉類を合わせます。強力粉の中に砂糖と塩を入れて、空気を含ませるように軽く混ぜておきます。はい、10分経ちました。イーストはこんな感じでブクブクになっています。生地を作るボウルにくるくるくると回転させながら移します。そうするときれい。30度ぐらいに温めた牛乳を入れます。先ほど合わせた粉類半分くらい入れます。大体の量で大丈夫です。ちょっと半分より多く入っちゃった。でも大丈夫です。よく混ぜます。はい、粉が見えなくなって滑らかになったらこれで OK です。蓋をしてこのまま10分室温に置いておきます。ちなみに本日の室温は26度です。はい、10分経ちました。ではマヨネーズを入れます。マヨネーズね 20g 入れます。今日はねこの有精卵マヨネーズっていうのを使ってみました。私ね、皆さんご存知の通りお年頃なので、ちょっと体に気を使って高級なマヨネーズを使ってみました。もちろんいつも使っている普通のもので全然問題ないです。では軽く混ぜます。マヨネーズはね、お酢も卵黄も砂糖も塩も全部入ってますからね。パンに使う材料が全て入っているっていうね、どうして今まで気がつかなかったんでしょうっていう感じです。はい、ではここに残りの粉を全部入れます。最初はぐるぐる、その後切るように混ぜます。はい、全体に水分が回ったらハムスター混ぜいきます。容器を立てて上から手で押さえて、ヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜていきます。毎回同じことを言っているんですけど、初めてご覧になる方もいらっしゃいますので、毎回説明いたします。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。ちょっと固めかな。少し生地が硬いのでお水をねちょっと足すことにします。小さじ1杯ぐらい足します。水分調整はこのハムスター混ぜの時に行ってください。途中で水分を加えると、いつもだいたい1分ぐらい混ぜてるんだけど、もうちょっと混ぜることになります。この水分が行き渡るまでね、もうちょっと頑張って混ぜてください。はい、このくらいでいいと思います。2分ぐらい混ぜたかな。水分を足さなければだいたい1分ぐらい混ぜれば大丈夫です。ボウルの周りをきれいにします。はい、下から上へすくうようにして生地の表面を整えています。はい、こんな感じで OK です。蓋をして今度は20分置いておきます。30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておきます。今日は、熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておきたいと思います。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らします。生地の表面と容器になじませます。ひっくり返してポンポンして10回ほど折りたたみます。このように何回か叩いて生地の表面を整えます。
してまた20分30度から35度ぐらいの暖かいところに置いておきます。はい、20分経ちましたので2回目のパンチを行います。先ほどと全く同じです。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。はい、伸びなくなったら生地の表面を整えます。そしたら慣らします。こうすると2倍になったのが分かりやすい。蓋をして熱いお湯の入ったカップと一緒に2倍くらいの大きさになるまでオーブンの庫内で一次発酵させます。はい、一次発酵が終了しました。約30分で2倍くらいの大きさになりました。では台の上に移します。ガスを抜いて今日は7分割にします。1つ 53g から 54g ぐらいに重さを揃えました。では丸めます。固く絞った濡れ布巾をかぶせてベンチタイムを15分ほど取ります。はい、ベンチタイムが終了しました。では成形します。両面に薄く粉をまぶして綺麗な面が上です。はい、だいたい直径が9センチぐらいになると思います。でこのカードにちょっと粉をつけてそれで模様を入れます。こんな風に斜めに入れていきます。深く入れるけど切れないくらい。そしたらこの端とこの端をギューって絞ってそしてくるんです。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で25分くらいから様子を見ます。固く絞った濡れ布巾をかぶせていってきます。はい、最終発酵が終了しました。25分で出してきました。オーブンは190度に予熱をスタートさせています。これね、一番最初に成形したやつなんですけど、ちょっとなんか細長くて失敗しちゃった。ぷっくりした方が、こんな感じでね、ぷっくりした方が可愛いと思います。生地に卵を使わないとき、私はいつも牛乳を塗ってるんですけど、実はね、ちょっと他のものを作って溶き卵があるので、今日は溶き卵塗ります。牛乳や豆乳でも大丈夫です。実はこの成形ね、今日初めてやったんですよ。本当は丸パンにする予定だったんだけど、ずっと前にこの成形のパン動画を見たことがあって急に思い出してまさかのぶっつけ本番で試しちゃいました。最初にやったのはいまいちだったけど、全体的にはまあまあなんじゃないかと思ってます。この成形は中に何か入れられそうなのでまた研究してみるのも楽しいなと編集してて思いました。では予熱が完了したので190度で10分ぐらいを目安に焼いていきます。はい、焼き上がりました。190度で10分ちょうど焼きました。食べてみるとマヨネーズの味は全くしないけどバターとは違ったコクと旨味を感じます。お惣菜パンにぴったりだと思うので次回はこの生地を使ったお惣菜パンをご紹介します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。次回もお楽しみに。バイバイ。